ライジンのワールドシリーズ in コリア格闘ドリーマーズで一緒の環境で頑張ってきたパト、そしてメイソンで、パントージャもやるんですけど見にくいんですよ。ちょっと空いていないよなっていう感じですよね。Welcome to リンヤマンチャンネル。今日は昨日の朝方か行われたライジンのワールドシリーズ in コリアについて感想動画を撮っていきます。お願いします。まず感想に入る前に僕が一つ紹介したいものがありまして、今アメリカントップチームで練習してるんですけど、この2階に備え付けの枕とかで全然寝れないっていうことが初めて来た時にあって、スポルテックでいただいたこのダビデっていうメーカーさんのですね枕を持ってきて今使ってるんですけど、すごいこれが良くて助かってます。何がいいかっていうと、こうやって中に合計6枚シートがあって高さを調整できるんで、元気な時と体が疲労してきた時にこれやっぱちょっと筋肉の張りとか骨格も違って同じ枕の高さだと嫌になるんですよね。疲れてくるとちょっと低くしたくなったりするんですけど、それをすごい調整できたり、逆に横向きで寝る時に高くしたりとか、これがすごいいいです。メッシュなんでね、脳を冷やすっていうか、寝る時に大事な熱くなりすぎないっていうこともありますし、同じ力で前面から支えてくれてるので、すごいおすすめの枕です。マットレスも日本にいるときは使わせていただいてます。ダビデさんありがとうございます。格闘ドリーマーズで一緒の環境で育成プログラムに乗って頑張ってきたパト、そしてメイソンと、あとは、国内で一緒に練習させていただいている将校さんだったり、後輩のコウジだったり、ちょっとまだ ATT で一緒に練習したりっていう交わったことはないんですけど、同じ所属の金太郎さんだったり、ちょっといろんな関係のある方が出てたので、ちょっと喋っていこうかなと思います。試合について喋っていきます。最初はメイソンですね。いや、これは僕は試合前はメイソンがどんだけ才能あるかも、それに努力していく人間かっていうのも見てきたし、ここも圧倒するんじゃないかなっていうふうには思ってたんですけど、韓国人のタフさにすっげえびっくりしましたね。あとはノーモーションの右がやっぱりすごい厄介だったなっていう感じですね。相手のパフォーマンスにびっくりしましたけど、でもメイソンも相変わらずキレッキレで、あのリーチであの回転数であの殺傷能力でパンチと蹴りをあんな角度変えながらうまく混ぜるファイター、見ててやっぱ美しいなと思うし、同時に怖さもすごいあるし、メイソンの試合は毎回見てて僕は超好きなんですけど、今回もそういう試合でしたね。でやっぱロープがあったりしてたと思うんですけど、たわめないんで追い詰めた時の膝とかもすっごい効いてたとは思うんですけど、3ラウンドマスト判定っていうところでドロー、4ラウンド延長があれば、メイソンは確実に勝ってたのかなっていう風に僕は見たんですけど、メイソンもすごかったし、相手もあっぱれっていう感じの試合でしたね。自力は、メイソンの方があるんじゃないかなって全体的には見て僕は感じた試合でした。で、その兄ちゃんのパトですね、パトリック、これも最初のジャブのスピードとかすっごい相手は多分ビビってたし、フックもらわないようにガードだけはしっかりここは徹底してっていう中で、相手もあんだけジャブでしっかり作って基本に忠実に、その中でワンツーだったりっていうのはあんだけパトに対して踏み込めるのがすごいと思いましたね。同時にすげえビビってるようにも見えたんですけど、それでもなんていうんですかね、韓国人のやっぱ気持ちの強さを感じたというか、相手もそんな中でテイクダウンも 3,4 回ぐらいはトライしてきたと思うんですけど、パトはしっかりディフェンス一発目切って、その後追われてもしっかりこう左右にサークリングしながら外すっていう技術も見せたし、あれだけ距離を徹底して守りながらあの反応速度でディフェンスできるのはすごい、やっぱ僕もよく向かい合ってたし分かるんですけど、なかなかパトをテイクダウンするのってやっぱね難しいかなと。でさらに技術もついてきて難しくなってんのかなと、
はい、思いました。少しね、戦い方が慎重なのかなとも思うんですけど、自分も。あれぐらい慎重に来られると、まあ、相手としてもなんかいけねえなっていう、カウンターの回転数の速さとかも考えちゃって。で、要所要所で蹴りが一発一発破壊力がすごいんですよね。パトは。はい。前蹴りとか、ローとかもすごい効いてたし、ポテンシャルなんで周りの期待感もすごいと思うんですけど、まあ、ゆえにね、フィニッシュできたなって思ったり、そういう声もあったりはするとは思うけど、まあ、パト本当に行くときは行くし、まあ、そこはうまく見てるのかなと思いました。今回は連敗明け確かだったんで、まあ、とにかく勝つっていうことができてよかったのかなと思います。次は金太郎さんですね。やっぱ直接まだお会いしたり挨拶したりっていうことはないんですけど、同じ所属としてやっぱり応援する気持ちで見てました。結果は、はい、厳しいものになったんですけど、金太郎さんはかっこいい選手だなっていうふうにすごく思いますね。佇まいと戦い方、雰囲気。僕の印象では最初にヤン・ジョンがこう伸びる左当てたりしてペースを取ってる中で金太郎さんが覚悟を決めた時、よし打ち合おうやっていうなった時の覇気みたいなのをすごいヤン・ジョンも察していけなかったりしてたのかなっていうふうに思いました。まあでもそんな中でテイクダウンに切り替えたりするんですけど、ヤン・ジョンもでもディープハーフからの外掛けヒールフックのパワフル感だったりスピード感はすげえなと思いました。あんだけフィジカル強い相手にあれぐらいまくれるって、金太郎さんもやっぱ相当体も強いだろうし、最近はグラウンドの技術もすごい見せてて、であんだけ覚悟あるっていうファイターなんですごい強いと思うんですけど、ただ、相手もすごい強いファイターばっかりなので、はい、僕はめちゃめちゃ強いと思います。金太郎さん、はい、とにかく金太郎さんらしい、自分の中での印象としては金太郎さんらしいかっこいい試合でしたね。はい、将校さんはキム・スーチョルとの試合ですね。将校さんは生き方っていうのをそのまま試合に反映させて、長年かけてじっくり積み上げてきたもので着実に相手を削って最後上回ってるっていう、本当にらしさが光る試合ですね。だから将校さんの試合って15分じゃ見足りないなっていう気持ちが最近すごいあって、昔のルールとかで見たいですね。10分何ラウンドとか、それこそ5ラウンドマッチとかでも、はい、すごいやっぱ相手もコントロールしきれないので、ああやって押し込んだりスタンドバック取ってもコントロールしきれないんで、背中がすごい強いし柔らかいんで、キム・スーチョルがもし勝つとすればもう本当に一発当てるしかないかなぐらいにしか思ってなかったですけど、その怖さっていうのは序盤は一瞬あったかなとは思うんですけど、でもやっぱりリカバリーも早いし、その後はよく見ながら下がりながらカウンター当てたり、さすがの試合運びだったなと思いますね。次どういう相手と組まれるのか楽しみですね。ヤン・ジヨンみたいに体がすごい強くて一発ある系のファイターが15分の中でどう戦えるかとかですかね。すごいファイターだし、長年やっぱかけて積み上げた歴史のある格闘技にしか出ない味というか、芸術性、美しさみたいなのがあの人の試合ではやっぱ出てくるなと思いました。それをね、やっぱ15分の中で表現しきるって難しいとは思うんですけど、いぶしいですね。はい、すごいいい名前だと思います。で次、ホベルト・サトシ・ソーザの試合ですね。奥手のダブルでパントージャもやるんですけど、見にくいんですよ、2発目がすごい。でテイクダウン食らったら危ないっていう意識も相手にはあるので、ロー蹴ってる時に多分合わせたか、ミドルかローか。だからそこにパンチ合わされたらタックルがとりあえず頭には浮かぶんで、やっぱ引きを早くしなきゃっていうので、引いたらもう一発パンチが追撃で来るみたいな。ブラジル系のムエタイ選手は使うのかな、
パットジャもよく使うんですよね。あれはいいテクニックですね。あれはグラップラーのすごいいい武器かなとは思いますね。奥手のダブル。もうサトシはグラップラーだけど、やっぱスタンドもすごい強いんで、体が強いんでね、はい、ちょっと相手いないよなっていう感じですね。はい。あとは個人的に注目してたのは中原さんとマストがロードという UFC の1回戦でやった韓国人でした。まあでも韓国人すごいやっぱストライキングがやっぱ強いなと思いましたね。そんな彼の鼻を肘で折り3ラウンド付け切った川名マストとの YouTube がね壊滅的な視聴回数なので、これを見てる皆さんは救いに行ってくださいこんな感じで大雑把になりましたけど、ライジンワールドシリーズ e コリアの感想動画になりました。皆さんご視聴ありがとうございました。最後まで見てくださってありがとうございました。チャンネル登録といいねボタンよろしくお願いします。